はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は年末までの動き、12月末までですね、気をつけることや何かチャレンジ、メッセージがあるかどうかを見てみます。お願いします。もう3ヶ月を切ってしまったので、心地よく快適に有益に過ごせるように見てみますね。はい、それからもう一つすいません。2025年のカフェラノートをご予約いただいた皆さん本当にありがとうございました。PDF 版も楽しみにしてますという方もありがとうございます。製本版の方は10月14日までのお申し込みになっていますので、ご興味ある方はぜひ概要欄から詳細ご覧ください。このね、いつも占ってるスプレッドの説明のシートもついてますのでお願いします。では行きましょう。年末までの動き、気をつけること見てみますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド8、カップクイーン逆、忍者逆、カップ2逆、カップエース、ソードページ、そしてカップ6。気をつけることは対策がワンドのキングとジャスティスの逆とオラクルはカップナイト逆ですね。なんだか優しい気持ちが湧いてくるっていう感じですね。星の話はですね、また2週間ごとの方で詳しく話もしますのでざっくりになりますけれども、何かね、年末までの間に状況が変わるって感じがするんですよね。でもう状況が変わることを分かっているっていうか、変わる予定ですみたいな感じがもう皆さんの中にもあるのかなと思いますし、なので移動するとか状況が変わるとか日常生活が変わるんですっていうことに関しては何の問題もないっていう感じです。むしろそれ明るくなる感じ。ただその新しくなった環境の中でどのように人との関係性が作っていけるかなとか、どのように社交がうまくいくかなっていう感じがちょっと気になっていらっしゃるのかもしれないですけど、ご自身が想定している以上に人との関係があるなって感じがします。そして交流があるっていう感じなんです。人と話す機会があるとか、人から優しさを受け取る機会があるとか、自分も誰かに何かをしてあげる、地域に貢献しようとかもそうだし、何かなんか人が集まる場所に行ったりとか、そういう機会があるのかなって感じがして、それが楽しいしうまくいくっていう感じです。ただものすごくご自身はそれをこわごわやっているっていう感じがして気を使ってるんだなっていうふうに思いますね。でも周りの人はそんな風に見えないっていうか、普通に接してくれてるの分かるし、普通に仲良くしたいというか普通の関係性としているので、そこまですごく気を使わなくても大丈夫だよって感じがしましたね。そうですね、もしですけどコミュニケーションを楽しみたいという思いがあるならば、10月23日以降ってね、そういうコミュニケーションさらに活性してくるっていう星の流れもありますし、11月1日は新月なんですけど、この時の新月っていうことのつながりとかコミュニケーションとか友達との関係性っていうのもいい時なので、そこもすごく良くなりそうなんですよね。ご自身が想定してる以上に楽しいみたいな感じがあります。ですごく楽しいもんだから、すごく気があったからとかね、だからこれってどういうもっと仲良くなれるのかなとか、相手はどうなのかなみたいなことでちょっと気を使ったり、ちょっと相手の心境を勘ぐってみたりみたいなことはあるかもしれませんが、非常にそこに優しさがありますね。自分が相手に対してもだし、相手もこちらに対して優しくしてくれてるって感じがあって、なんかね、優しさが根底にある環境の中にいるのかなっていうふうに思うので、それをぜひ意識してみてください。別に新しい環境行く予定ないですっていう方も、今の職場の中でもしかしたら新しい人が入ってきたりとか、なんか空気感が変わるかもしれません。それともう一つやはりね、混ぜてる時に思ったのが、乙女座の皆さんがしてあげたい他者への貢献と、相手の人とか環境が求めている喜ばしいことっていうものが少しミスマッチな感じがあるんですね。ただ今まではそれがミスマッチで分かってもらえなかったとか、いまいちしっくりこなかったっていうことがやっとこの時期に分かってもらえるって感じがしたんです。本当はそんなにこっちのことを考えて提案してくれてたんだ、あなたのわがままで言ってたんじゃないんだみたいなことが分かったり、
こちらの考え、いろんなことを考えた上で決めたことっていうものを、そのいろんなことも配慮したんだよっていうことも相手に伝わるとかね、なんかそんなことがありそうで、非常にバランスがいいです。だけど乙女座の皆さんまだそれをちょっとだけ疑ってるというか、本当に伝わってるかなとかで、分かってくれてるかなみたいな感じで、ちょっと悪く言うと疑いだったりとかよく言うとさらに思慮深く相手を気遣ってるっていうことなんですけど、もう少し素直に受け取っていいよっていうのがちょっと全体のメッセージですかね。なんか想定以上に優しさがあるから、根底にその優しさをそのまま素直に受け取っていいですよっていうのがメッセージだと思いました。はい、何かね、状況がねゴロッと変わるって感じがしないんですね。ワンド1枚ペンタクルス1枚も出ていないので、現実はご自身がやってきた通りにできますと。だけど一番ここで言われてるのは、自分の感情面が想定以上に嬉しいとかほっこりするとか、優しさもらうみたいな、そんな感じがあるので、そこには自分が疑いながら感じるというよりは、自分もハートオープンで差し出してみるというか、ハートを見せるっていうことによって、もっとその交流っていうのは豊かになるよって感じがして、お互い思い合ってるのに素直に言わないみたいな感じもありますね。これは思い合ってますよ。非常に恋愛運もとてもいいんじゃないですか、これ。だけど遠慮して言わないし、相手のこと探ってるしみたいな感じ。ちょっと出してみたらすごい受け取ってくれたりとかする感じがしますので、素直に感情を見せたり喜んだり受け取ったりとかするのが一番いい過ごし方なんだなって思いました。そうすることによって現実は着実に作られていきますからね。はい。それともう一つ、ちょっと今回はこんな感じでざっくりとなんですけど、もう一つで年末までに気をつけることっていう別のカードでも見てみたいと思います。乙女座さん。はい。隠れた事故ということで、本当はこう思ってたんです私とか、本当は私こういうとこあるんですっていうことが、もしかしたら出していいのかもしれないし、それを気づいてもらえるのかもしれないし、なんかそこいいんだよ出してっていうのが年末まで言われてることです。今までこの形で来てうまくいったから、この形で続けなきゃいけないっていうこともないみたいですよ。素直な自分、実はこういう一面もあるんだよねっていうのを出してもいいのかもしれない。それによってさらに深く仲良くなれる気がします。はい。そしてもう一つ気をつけることとして見たのが、ヒーリング方法として見たのが、真実というカードが出てますので、そのままの自分でいいんだよって、役割とか義務とか建前とか、そういう世間からどう見られるかという自分ではなく、本来の自分で近くにいる人と手をつないでねって感じがしました。いいですね。そして、年末までに入ってくること、乙女座の皆さん入ってくること、はい、ギフトとして来たのが自由です。自分を縛っていたものから解放されるよということで、何か自分の鍵をアンロックする鍵が見つかるみたいですね。鍵を与えてもらえるのかな、誰かに。はい。そして最後もう一枚、神聖さということで、いいですね。自分自身を取り戻している感じ。自分が自分とつながることによって宇宙ともつながってるし、他者ともみんなとも調和が取れるよって感じがしました。はい。ということで、ぜひね、人間関係の温かさや豊かさっていうものを感じながらお過ごしください。ということで、もし今回分かりましたという方は、良かったですという方は、いいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではまたね、次回後半のやつをアップしていきたいと思います。いい時間をお過ごしください。なんか人間関係すごく恵まれてるから、温かい気持ちでお過ごしくださいね。ということで、ありがとうございました。失礼します。